うん、オッケー。いや、だいぶ遅くなりましたけど。準備したいと思います。待ってどうしたと思います。待ってどうした。ふぅ。いや、もうラーメン遠征したら結構歩いたんでね。疲れちゃいました。ゲーム実況始まるよ。今回は16実況 3.3 開始から運命の有志戦争完結へ。エスティニアンは救えるか、有志戦争完結編、ひよこの FF14 PC 第253回強くてニューゲームになります。モフおじです。昔はある程度おしゃれをしていたのですが、もうこだわらなくなったので今は安く量を買う方向になっています。年なので渋いのを選びますね。では始めたいと思います。こばんもこじ、本日もよろしくお願いします。よこの FF14 やっていきますよって2ゲームですね。前回は 3.1 と 3.2 をやった感じですね。で、3.2 はまあですね、大きなことはまあクルーと出会った、クルーが初対面で出会ったっていう感じと、あと、3.1 かな ?3.1 サンクレットがですね、あれですね、合流したっていう感じですね。3.2 だったかもしれないですけど。で、まあ、それともう一つは、そうですね、3.1 ですね。そうですね。闇の戦士と一緒に出てきたんです。そうですね。で、あともう一個が、あれですよね。イシュガールドに、ですね、なんだ、旧反、旧主派でした。まあ、反対してるやつですね。アイメイクスの反対してるやつ、が、ですね、火事を起こしたりとか、まあですね、なんかね、暴漢に、そうですね、アイメイクスが暴漢に襲われたりとか、まあそういうような出来事があって、最終的に、ですね、子供をなんかですね、教皇庁から落として、で、そのタイミングで、ですね、ビソブニールが登場してっていう、ね、子供を救うっていうのはですね、感動のシーンがありました。まあ、3.1 はそんな感じですね。で、3.2 は、ですね。まあ、でかいのが、っすよね。なんだっけ。式典か。式典ですね。式典があって、まあ、式典のためにいろいろあって、まあ、最終的に式典は、ニーズヘックによって、まあ、ですね、まあ、ボロボロになるっていう感じでしたね。まあ、そんなような感じでした。で、ですね、そこで一回ですね、ですね、やっぱりニーズヘックを敵側として、まあ、あれですね、見ちゃうんですね、住民たちは。まあ、それをうまく、ですね、丸めるわけじゃないんですけど、まあ、どういう作戦を取ったかっていうと、ですね、なんだ、エオリザ3国と、バッターですね、模擬戦を行うっていう感じですね。で、模擬戦を行って、イシュガルドを勝ったことによって士気を上げたっていう流れですね。で、3.2 はそこで終わりました。で、次が 3.3 ですね。はじめですね。で、前回見せてなかったのかもしれないですかね。しかし、争いの全てが消え去ったわけではない。イシュガルドの全体に困難が待ち受けていることは誰の目にも明らかだったと。というわけで始めたいと思います。場所はどこなのかな。あれか。あそこっすよね。そうですね。はい。ポルタン県とかですね。っていう、イシュガルドのポルタン県のところで、話が悪いんです。さあ今日頑張って 3.3 クリアしましょう。どこまでいけるかわかんないですけど。2本撮りして、なんとか 3.5 までいければいいかなと思ってますね。何時間かかるかあれですけどね。頑張ります。2つの魂。おや、母様ではありませんか。アルヒノさんはあなた様の、お探しの様子でしたよ。屋敷内で帰りを待つとのことでしたので、ぜひお立ち寄りの上、アルヒノ様にお声掛けください。
いるね。タタルタルジョ。大団円にしたいです。つってます。まず少しばかり付き合ってもらいたいのが時間はあるだろうか。あ、そっか。最終的にアルティノが、エスティニアンを救いたいっていう流れになったんですよね。雪の家で。先日行われた記念式典のことは覚えてるね。そう、微増分乳が襲撃された時のことさ。あの時、ジャリューの影は一時的な竜騎士の姿。つまりエスティニアンの形をとって襲撃を行った。私はここにこそ彼を助ける手がかりがあると思ってるんだ。そこでエーテル学に詳しいヤステラやクルルタさんに助言を求めていたんだが、彼女たちから話したいことがあるそうだね。ヤステラさんとクルルさんが、イシュガルドまで来てくれているのです。待ち合わせの場所の忘れられた騎士邸まで行くのです。はい。ありがとう。それじゃあ早速3人で出かけるとしようか。クルルさんたちはあまり待たせておけないからね。まあそうですね。妥当ですよね。その賢人たちに相談するっていうのは。俺は詳しいですからね。よいしょ。ちょっと待ってね。待たせてしまったかな。平気よ、アルフィノくん。ここのマスターさんがスパイスワインを勧めてくれてね。風味豊かな味わいを楽しんでいたところなの。ジブリオンさんのスパイスワインは薬効で体もほかほかになる、まさに絶品なのです。確かに美味しかったわね。でもワインの品評よりも重要な話があるんじゃなくて。さすが常連のタタルさんですね。そうね。それじゃあ本題に移りましょうか。エスティニアンさんのことなんだけど。何か分かったのかい？ちょっと焦らないで。まずは現時点で判明している情報から整理しましょう。マ大陸での出来事を思い出してちょうだい。確かあなたはこう証言していたわね。エスティニアンが2つの竜の目を手にした直後、突如として苦しみ始め、邪竜の影と化してしまったと。確かにファルコンネストに現れたエスティニアン殿の鎧には竜の目らしきものがついていた。2つついてたね。そんな生優しい状態ではなさそうよ。私が見たのは竜の目から発する魔力が複雑に絡みつき、エスティニアンのエーテルをほとんど覆い尽くす様だった。そんな、エスティニアン殿は完全にニーズヘックと化してしまったと。エーテルを覆い尽くした。すごいですね。そうですよね。そうなっちゃうよね。だからそう結論を急がないの。ヤシトラさんも言ったでしょ、ほとんどって。わずかに残ってるっていうことを言いたいのか。私もあの場では圧倒されてしまったけど、確かに邪竜の影には違和感を感じていたのよ。でもヤシトラさんの話を聞いて確信したわ。あの違和感の正体は邪竜が放つ怨念の感情に沈殿した別の意志の痕跡なんじゃないかって。それじゃあ私が見たかすかなエーテルの輝き、クルルが言葉の壁を越える力で感じた違和感、それはエスティニアンの魂の存在を示している。竜の目を引き剥がすことができればエスティニアン殿を救えると。なるほど。
それはわからないわ。一つの肉体に同居した人と竜の二つの魂を分割したことなんて、ここにいる誰もがないのだから。うん。この方それでも法を探す希望があるなら、私は諦めない。絶対にだ。アルフィノ君。確かに希望はあるわ。でも注意してちょうだい。うまくいって竜の目を切除できたとしても、エスティニアンさんの魂が耐えられる保証はないわ。引き剥がした人が新たな邪竜の影にされないとも限らない。危険は承知の上さ。辛抱強くチャンスを待ち、竜の目を引き剥がす。あとはエスティニアン殿の魂の強さを信じるだけだ。こちらにいらしたのですね、木皆さん。王子です。お音ゲー下手ですが好きなので、もしかしたら不定期で上げていくかもです。トランスやユーロビートなど今聞いてもいいですね。弟がなんかあんのかな、この流れは。フォルタン伯爵邸に神殿騎士団よりの使いの方がいらっしゃいました。あ、アイメイクさんね。アイメリク様がお二方と面会したいとのことです。はい。うん。アイメリク卿が？了解した。わざわざ伝言を届けてくれてありがとう。それじゃあ、私たちは任務に戻るわ。ヤシトラはあれか。アレクサンダーの件か。わかった。こちらの件は任せてほしい。ヤシトラ、クルルさん、いろいろとありがとう。それじゃあ、先に神殿騎士団本部へ行っているよ。アルフィノ君、ちょっと焦ってるみたいだからよろしくね。クールさんはどっちかっていうと賢人の件ですかね。もうミヒラはミヒラ終わっちゃったもんね。友を救うつもりか。さて、どう動く我が子よ。ファルコンネストでの記念式典は、人と竜との交流の再開をことほぐものとなるはずだった。しかし、青の竜騎士の体を奪った邪竜の影の介入により、式典会場は竜の血に染まってしまう。かくしてイシュガルドの民は粒子戦争の終結には程遠いという現実を思い知らされたのである。恐怖を裏返した熱情に煽られ、皆が口々に叫んでいた。邪竜を倒せ、邪竜を倒せと。来たね、カズ。それにしても一体どんな要件なんだろうか気になるところ。決戦に備えて。このタイミングでアメリカ教からの呼び出しとなると、ドラゴン族絡みの話題だとは思うんだが、もしやエスティアンド、いや、邪竜の影の動向が明らかになったんだよ。もしそうならこうしてはいられないです。カズ、早速装置してるのか。なるほどね。場所が分かればってことですよね。来てくれたか、ご両人。邪竜の件で何か動きがあったのですか？いや、例の式典からというものを総力を挙げて捜索を行っているのだが、
音沙汰なしだ。あ、違うんだ。竜騎士団から精鋭を選出し、ドラバニア雲海の強行偵察を行わせたが、成果はなかった。残念ながらな。竜の方向があれですね、やったタイミングで来るっていう流れですもんね。そうでしたか。だが邪竜自身が敵地に乗り込んでまで宣戦布告をした以上、近々動くつもりなのは間違いあるまい。我々としては邪竜が動きを見せていない今こそ、決戦に備えて準備を進めるだけだ。邪竜を迎え撃つとなれば、コートの防備を固めねばなりませんね。無論だ。四大名家を筆頭とする貴族たちの戦力に加え、ヒルダたち平民の自警団も交えて防衛計画を策定している。だが君たちを呼んだのはその件ではない。別件なんだ。と申されますと、いかに守りを固めようと両目を取り戻した邪竜の力には及ぶまい。対抗するには同等の力が必要なのだ。同等の力が。まさか。そうだ。聖竜フレースベルクの力を借りたい。なるほどね。フレースベルクの力を借りたい。確かに邪竜ニーズヘッグと並ぶ存在となれば、同じ七大天竜を置いて他にありません。しかしかの竜は。分かっている。静寂を望む聖竜に助力の意志がないということはエステニアンからの報告でも聞いていたからな。だがたとえわずかな可能性であっても、何もせぬまま諦めるわけにはいかないのだ。どんな犠牲を払ってでも民を守ると決意したのだから。ご両人、私は邪竜との決戦を教皇代行としての最後の務めであると考えている。故にどうか不甲斐ない私に力を貸してくれ。わかりました。ご案内いたしましょう。聖竜の住まう白亜の宮殿へ。なるほどね。アイメリック自ら来るのか。雲海のモーグリ族から託されたラッパがあれば、再び聖竜と会うことも叶いましょう。ありがとう、ご両人。ルキエ、留守を頼むぞ。はっ。どうかお気をつけて。立て続けの案内と仲介の依頼となりすまなくも。しかしコートの未来がかかっているので改めてよろしく頼む。何をおっしゃいますか。私もカーズもコートを訪れてから人と竜との戦い、優位戦争に少なからず関わってきました。それに何よりここイシュガルドにはたくさんの友人と大切な仲間たちが住んで暮らしているのです。もう他人事ではありません。今更よそ者扱いは、よしてください。ある日のドア、カーズ殿、本当にありがとう。さあ、それよりも行動を開始しましょう。邪竜の影がいつどのように動くかわからない以上、時間を浪費するわけにはいきません。そうだな、タタラ城には、部下に事情を伝えるよう命じてあるが、まずはどちらに向かうつもりだ。聖竜フレースベルグとの再会は、通常ドラベアニ雲海の白亜の宮殿で行われます。ですが、そこに向かう前に立ち寄りたい場所があるのです。おう、ある日のドアには何か考えがあるようだ。はい。高知ドラバニアの浮上の山頭に立ち寄り、聖竜の眷属白き翼、理想ブニルに会おうと思います。
先日の式典でかの竜は、邪竜の影に襲われて傷を負いました。それを見舞いつつ、聖竜の動向について尋ねておこうと思うんです。なるほど。明暗だ。では早速だが、高知ドラバニへ出発しよう。理想分野ね。あ、もう一気に直ですね。はい。どこでしたっけ？ここか。モフ王子です。謎解きは時間かければ解けるレベルでお願いします。攻略サイト必須なのはやめてください。おうや、小さき者たちはどうしたというんだ。白き翼、武装部にいる。傷の加減はいかがでしょうか。見舞いに来てくれたというのか。心配するでない。急所を疲れたわけではないゆえ、しばし時間かかろうがいずれ回復しよう。それを聞いて安心しました。式典に招いておきながら守ることもできず、負傷させてしまったことを改めて謝罪させていただきたい。おかしなことを言うものだ。弱き人が、高き竜である我が輩を守るなどと。1000年の昔に聞いた人の友の言葉を思い出したぞ。その騎士もまた竜を守ると言ってはばからなかったものだ。なんとも懐かしい日々だ。そのような時代があったのですね。ならば今は戦い合う人と竜であっても、いつしか、互いを守ると、近いような関係になれるはず。ですが、融和の時代を取り戻すには目の前の障害を取り除かなければなりません。じゃあ竜の影だな。はい、その通りです。そのために我々は再びソウルアームを登り、聖竜フレスベルグに助力を請いに行くつもりです。わざわざ我が輩が言わずともその望みが叶うことはないと、お前たちもよく理解していることだろう。それでも行くというなら止めはせぬよ。やはり聖竜の意志は変わってはいないのですね。ですがおっしゃる通り、それでも我々は行きます。希望を探し求めるために。道中くれぐれも気をつけることだ。影が帰還してからというもの、ジャリューの眷属どもが騒がしい。出てくるのかな？ありがとうございます。それでは失礼します。眷属が邪魔してくるってことですか？聖竜の支援。聖竜の態度が変わっていないらしいというのは残念でありましたが、ここで止まるわけにはいきません。さあ、霊峰ソウルアームを登り雲海を目指しましょう。了解だ。先導を頼むよ。では、カズ。ひとまず山頂のモグモグフォームを目指そう。さあ、出発。いや、モグモグフォーム完全に寄り道じゃねえか。わざわざモグに会ってないと。そっか。ラッパの剣もありますもんね。ラッパの剣があるからか。景色いいっすね。最高品質なんでいや、かなり景色いいっすね。なんと雄大な景色なのだ。百聞は一見にしかずとはまさにこのことだ。この感動はとても言葉で言い尽くせるものではない。私たちも初めて訪れた時は圧倒されたものです。あの時はイゼルとエスティニアンドも一緒でしたが。来た。おぼろ、誰かと思えばカンさんかも。確か君は、
お、まさか忘れたクボ、ひどいクボ、あんまりだクボ、巻き拾い役のくせして失礼すぎるクボ。巻き拾い役、確かにそうですけど。いやー、しかも俺も覚えてねえよ。久しぶりすぎて。あれか、巻き割り担当ですかね。もちろん母さん、僕のこと覚えてくれる、言うか。あれか、雑用頼んだやつか。どうか、やっぱりモグタン。どっちだよ、モグリンだかモグタンだかどっちやね。さすが、モグタンだってた。さすが母さん、大正解よ。一緒にキャンプしたことを覚えてくれた子ね。ところでお友達まで連れてきて、今日は一体どういった要件で、用事で迎えに来た子？なるほど、クボ。セイリュ様の助けを求めに来たクボで。ちゃんとラッパを持ってきてるクボ。この風向きならきっと、ハッカーの宮殿のてっぺんでラッパを吹き鳴らせば、セイリュ様に届くはずクボ。それはよかった。ではすぐにでもハッカーの宮殿に向かおうとしよう。バイバイ。って言って。すごいことは聞いちゃったけど、モグリン様に報告を。あ、このトップがモグリンか。なるほどね。でも上の選択肢は間違いそうな。怒られそうです。名前がみんな似てて和解するんだよね。ちょっと電気つけてきます。よし。よし。よし。あ、ここはボイス入ってるでしょ。うん、来たね。呼びかけに応えてくださりありがとうございます。聖竜フレースベルグ、人と竜の未来のためあなたに聞いていただきたいことがあるのです。偉大なる聖竜よ、私の名はアイメネクト・ボーレル。イシュガルドの教皇代行の立場にあるものです。コートの民を代表してあなたに伝えたい言葉があり、こうしてやってきました。バレバレですね。それはLis noan jas an es in Salem.
そうだね。さあ、アメリカどう答えるかな。重要ですね。あなたが人の裏切りに絶望し、静寂を望んでいることは承知しています。ですが、それでもなお、絶望の中に一片の希望を抱いておられるのではありませんか。モフおじです。ツイッチのサブスクは全てのアーカイブが見れます。YouTube のメンバーは先行でツイッチとほぼ同様のアーカイブが視聴できます。興味あればぜひよろしくね。あれがまあ会ってきたからそういうことが言えるのか。はい。そうでないというのなら、希望を抱いていないというのなら、なぜあなたはその背にイゼルを乗せたのですか。つまりあなたは罪を認め悔いる人と罪を認めず過ちを繰り返そうとする人とを分けて考えておられるということですね。分けて考えて、人という種そのものに絶望しているのではなく、あくまでもどう過去と未来に向き合うのかに重きを置くと。血のつながりを理由に罪を見逃すことは正しいことでしょうか。取り返しのつかぬ罪をなそうとしているのであれば、たとえ血を分けた肉親であろうと止めてやらねばなりません。かつて私はここにいる光の戦士殿に対し、万神の力に手を染めた父を倒してくれとそう頼みました。父殺しの罪を犯したのも同然なのです。己が手を汚していない分、より卑怯とさえ言えましょう。ですがそれをなさねば多くの民が魂を焼かれ聖戦に投じられていた。そして今度は民の前に邪竜の影が迫っています。ニーズヘッグは我が友エステニアンの体を奪いました。影を払うことは友の死を意味しましょう。それでも私はお、ミドワゾーン。Sloskna, dyrkin illes, koles na inish, traor. なるほどね、ミドワゾーン、この件話すんだ。なるほど。そうだね。突こうとしてますからね。Danitek, Garjas, Nosk in an, Slisva, Olka.
友を助けるために力を貸してくれる。見極める。試練の地。なるほどね。はい。なるほど。はい。ID ですね。そうだ。ありますね。いや、もう試練ですね。もう結構ね、特殊でね。難易度高めだった気がするんですけどね。さすがにいけるとは思いますけど。あんま覚えてねえんだよな。この辺。そうなんですよ。レベルにヒットしねえからな。だから覚えてねえんだよな。よし。どうやらこの下で待っている、飛竜が、聖竜が言っていた案内落札者カーズの、アルフィノドン。早速試練の地へ赴くとしよう。はあ、そうっすね。侵入地点ありますもんね。普通に。あなたたち人を試練の地へ案内するようにな。確保決まったら直ちに向かおうぞ。はい、来た。天竜宮殿ソウル会。はい。まあ、とりあえずタンクなんで、あれですね、申請は通ると思いますけどね。はい。とりあえずは、じゃあ、行きましょうか。行きましょうか。他のプレイヤーと突入。ソウル会。はい。やっぱ時間帯的に人がいねえのか。なるほどね。待って。そうっすね。5時ですもんね。夕方の5時なんでね。多分人いない時間帯ですね。でも5分未満って書いてあるからもう大丈夫だと思いますけど。はい。やっぱフィッシングサイト系のあれっすよね。テルが今来てるっぽいっすね。この前来てたもんな。注意した方がいいと思いますね。リンク付きのやつはフィッシングサイトなんで。即ブロックでいいと思いますね。来た。オッケー。頑張りましょう。
いやー、BGM いいっすね、ここ。モフおじです。アイスは夏だろうが冬だろうが毎日欲しい。うん、OK。そうか。あれに乗るとヘイスト状態になるんです。忘れてました。あ、モーグリンだ。しかもモーグリンってやんのかよ。どうにかしないといけないんですよ。確かに。あの枠から外せば。あ、おい、オッケー、早い。いや、さすがに周りが強いから早いな、もう。この辺は変な調整入ってなさそうですね。
懐かしいな、こいつ。マウントでなかった。いいのが来ねえからタンクが帰って楽かもしれないですね、こういうとこ。うん。マッチか。スン。いやー、BJ マジいいっすね。フイン。口を開けてくれる。こうじゃねえのか。いやー、効果見て。ブン。あ、これ最後。もう行ったのか。これ行くのか。オッケーオッケー。オッケー。もふおしです。うわー、変わってる。いや、変わってるじゃん。いや、だってここなんか、あれです、道分かれたとこだったのに。なるほど。しかも正面だ。いやー、ぬるくなってますね。いや、しかもこれ系あんのかよ。でもこれ系をここで学べってことですね。
当時こんなのな、そんななかったっすね。まさかの変えてきやがって。めんどくせえ。ってことは、3.5 まで、3.5 までのあれするの間で結構変わるのあるかもしれないですね、それ。2つぐらいあると思う。確かにこの難易度高かったっすもんね、当時言ったら。いや、激しいな、ここ。オッケー。おつありでした。いや、楽しかった。やっぱ違うんだ。変えてきてますね。ボスは変えてきてんな。あれですね、逆さんとは全く一緒でしたけどね。逆さんとは全く一緒だった。ここはやっぱ変えてきたな。ちょこちょこあるんですよ、変えてきてる。オーケストリアンさすがに持ってるか。持ってるんですね。見れるかな。吹き出しは見れますね。この辺も変えてきてるんですよね。全力は尽くしたつもりだ。毎回見たいですね、しっかり。もともとなかったですもんね。MIP うまい。うまいな、タンク。気温系、落ちる系のギミックかなり減ってきてんじゃないですかね。ID に関してですけど。普通に落ちるもんね、あそこ。前のところ。Turn in und sieh's nicht. Svår as fina. Stiska ikin. LN in an. いやー、これは心強いですね。
うん。大使 SE イサ。うん。あとは決戦あるのみか。近いね、決戦は。いやいや、生きた工事はしなかったよ。七大天理の偉大さを改めて思い知らされた気分だ。もっとも相手は本気ではなく、どっか教え導くような戦い方であったのね。おかげで天理の仕掛けや攻撃の特徴を把握することができた。モグタンですか。あ、じゃあ、モグリンだ。モグリンとモグタンか。いたたたくぽ。ダサ。いや、渋い名前の数よ。まずは試練を乗り越えたことおめでとうと言わせてほしい。ごめんなんでお前と戦わなきゃいけないってよ。おしのみ、容赦のない攻撃ぶり、まさしく鬼畜、いや、英雄のにふさわしいと感心したくぽ。おかげでモグの腰はリミットブレイク。こんなこんなで当分働けそうにないクボ。面倒な仕事は他のモグたちに頼むしかなさそうクボ。なんか言ってますね。モグタンがちょっとじっと見てますけど。休憩なんてことクボ。母さんが清流様の試練を受けると知って懲らしめてもらうとモリ様を指示した。お前のせいじゃねえかよ、じゃあ。お前のせいじゃまあしょうがないですね。自業自得っすね。モグタンは仕事量3倍クボ。キャピャひどすぎるクボ。モグの計画がパッパラパークボ。ごめんなさいクボ。3倍だけは勘弁してほしいクボ。癒しキャラですね。相変わらず。もうここといえばモーグですもんね。何はともあれ、いい結果になったようで一安心ですね。なんだすかボイスなってここはあるんで。厳しい戦いだったがありがとう。清流から協力の約束を取り付けることができたのはご両人の協力あればこそだ。特に君の信念と強さが清流の心を動かした。なんと礼を言ったらいいのかすらわからない。しかし戦いはこれからです。邪竜の影がいつ動き出すのかは。来たね、早速来たね、方向が。ああ、もうこれでもう決戦だ。この方向は。さよう、これぞ紛れもなく我が子、ニーズヘッグの矛。ついに進軍を開始するというのか。すぐにコートへ戻らねば。うん、整理よし。だから、効果音の音量を下げてるんで、ラップとかなんか微妙に聞きづらいのがなんかいくつかありそうですね。もうちょい上げてもいいのかな。そうですね、下げすぎてるんですよね、多分ね。もうちょい上げた方が多分聞けるかな。ちょっと聞こえるぐらいがちょうどいいですよね。はい、そんな感じにしときましょうか。だからラッパーも交換扱いになってるってことですよね。全然聞こえなかったんで。ただ、盟友とともに。いよいよ来るべき時が来たということか。カーズも急ぎコートに戻る。あ、このクエストは決戦ですか。ダイエットでカロリー計算したい場合はセブン。美味しい食料品はローソン。ファミマは大盛り系とパンと台湾ウーロン茶がいいですね。うん。早速フレーズメール送ってくれんのかな。
Alea sees ye all in. はっ、我々は直ちにコートイシュガルドに戻り防備を固めます。Skolo. Ses nitek. Sen. やっぱ運んでくれるんだ。しかも3体いるから3人分ですね。3人分。うぶどれ担当になるんでしょうね。アイメイクさんがプレスメールですかね。あ、違うんだ。ひよこさんがあれですね。プレスメールですね。まあ、そりゃそうです。うわぁ、もう始まってんじゃねえかよ。いや、始まっとるよ。いやー、落とされてる。石ガールド防衛の時よりひどい状態ですね。頑張れ、兄貴。ここが正念場だ。アイメリク様が戻られるまで何としても耐え抜くのだ。なんという圧力なのだ。さらに大型ドラゴンが新手か。アイメリク様。来た。主人公。英雄殿、信じていたぞ。どや。あんなちっこい剣道だったりますこんなでかいの。こんなでかいとな、ちっこい剣道。どうやって刺すんだよって話です。完全におもちゃサイズです。
Watan and by in. Still walking. いや、邪竜の影よ。Nar uinga. Ale ikinfa en kohes doin. Uldo kai omon ikin in kastaga stajas. 残ってるね。Orsk mik in eskja in van ihe. Dolun hikin hern esh. Sroskwan inna. いや、怒ってるね。Is inga. Liskol an. Nusgar akin. Sus ul war. あ、まずはフレースベルグとニゼッカやるんだ。うわぁ、塔が崩れちゃいました。崩れたってか浮いてますね。あれを武器にしようとしてるのかな。ああ、なるほどね。アイメイカルキアさんをかばいましたね。いいコンビですよね、あの二人。ガレアンジンとエレゼンで身長も高いですからね。すごいことになってます。すごいことになってるよ。燃えてる方が 2X か。ああ、翼を切ったわ。やっぱり 2Z が勝つんですね、これ。モフおじです。昔実はクラブで DJ をやったことがあります。ハードスタイルというジャンルなどですが、基本はトランスミュージックが好きでしたね。
Alice Ray in Network Extra. うん。目を渡したってことですかね、ひよこさんに。やっぱそうっすよね。竜の目の加護を受けるってことですかね。うん。Ja, Wa'il and Stra and In. Alle in Kum Adles in. Dies Alf I an In. Saljas an. でかいな、しかし。圧巻ですね。これ解放かなあ、来たね。コンテンツ解放。ニーズエックセールユース。空きを作りたいんですけど、ね。うわ、これ専用エリアなんだ。いや、ちょっと空きをちょっとね、作っておきたいんですよね。パンプケット捨てりゃいいか。パンプケット捨てます、ね。まあ、持ってますからね。はい。というわけで行きましょうか。星はないですね。選択解除してニーズエッグ。はい、な、透滅はめちゃくちゃ早かった。頑張ります。よろしくお願いします。サブタンクもどっちもいいですね。大してやらないでタンク。あ、タンクやってくれる人です。削りめちゃくちゃ早いわ。いや、もうすぐ終わるよな。やっぱと思いつつ。よし、ケーキ。
から神曲っすね。多分。いや、一応です。よし。オッケー。お疲れでした。さあ、エンディングを楽しみましょう。リス戦争完結。あ、エスティニアンだ。この状態はまだ目が抜けてない状態ですもんね。もうどうするんですか。あ、これは行きましょう。外れた。エスティニアン殿！フレースウェーブの竜の目を使うんかな。我が破れるというのか。いや、そんなことがあってなるものか。我は七大天竜が一翼、最も暗く最もだけだけしきニーズヘッグなるぞ。殺してやる。殺してやる。冬は味噌ラーメンを無意識に食べる。夏はつけ麺。一年中を通しては二郎系と家系。おっと、これエスティニアンですかね。やらせるかよ。お、やっぱそうだ、来たね。残ってるんだねって。おっと、自分の組を占めてるよ。うわー、ちょっと待って、マジかよ。貴様。邪竜の影ごと自害しようとしてんのか。相棒よ、最後の頼みだ。俺が邪竜の石を抑え込んでいる隙にとどめを刺してくれ。いやー、これどうすんだろう。うん。ここが肝心ですよね。まあ、目を取ろうとするのか。なるほど。やめろ。無駄なことは。俺を殺してくれ。青の竜騎士としての最後の務め果たさせてくれ。いや、やめるものか。やめるものか。絶対にあなたを救ってみせるんだ。おっと待ってよ。うわ、イゼルだ。いやー、これ名シーンだね。いやー、俺じゃん。力を貸してくれてんの。あー、取れた。
ああ、生きてるね。いや、よかったね、これ。さあ、竜の目を雲海の底へ。同じ方に投げちゃって、もうちょい離した方がいいんじゃねえの。いや、雲海底に入れてますけどね。いや、これがあんまりよろしくないことをやってますよね。今後のフラグになりかねないですね。息はある。ああ、エスティニア、我が友よ。ルキア、直ちに治療師に準備をさせろ。はっ。これくらいはさせてくれ。ご助力に感謝します。偉大なる聖竜よ。戦いは終わった。あとはフレースベルグの言葉通りエスティニアン殿の回復を祈るばかりだね。いやー楽しかった。いや、よかったっすね。ここからまたあれですね、長いイベント多分始まると思います。あの時、苦しみの中で私は、いや、今はあえて言う前、ただエスティニアン殿の魂の強さを信じるだけだ。フォルタン家の人々。
カーズ、ジャリューの影との激とよく戦い抜いてくれた。勝利したこともが、だが、君は無事にいてくれて本当に嬉しいよ。君がいなければエスティアン殿が育んでいた、蝕んでいた、ジャリューの目を引き離すのだろうと思っていく可能だったろ。ああ、ダメだ。ちょっとね、感涙しちゃってちょっと、あれですね、上司がダメですね。ともかく今、エスティアンドの容体が心配だ。神殿騎士団本部に赴き、ルキア殿を確認してみよう。いやー、その名シーンにちょっと、いろんなものを持ってかれてる状態です、ね。まともに喋ることもできねえのか。よし。フィルムあるべ。ダンダンダン。カーズの春日の殿。よくぞ使命を果たし、生理を連れ帰ってきてくれた。ジャリューの影を退いてくれたこともなんとか感謝してみるものか。私がしたことなど微々たるものです。真の英雄、ジャリューの影を退けたカーズと、影の意志をねじ曲げたエスティニアン殿のことでしょう。それでエスティニアン殿の容体を。現在、神殿騎士団病院に搬送され、病院長のエーデル教が、直々に、診察されている。未だ意識が回復していないようだ。長らくジャリューの影に体を乗っ取られていたのだ。ここは焦らず見守るしかないだろう。キレナはフォルタン伯爵邸に、戻り、休息を取るといい。しかし、エスティニアン殿にはアイメリク様もついておられる。意識が回復したらすぐさま連絡するゆえ安心してくれ。何よりフォルタン伯爵らも心配しておられるだろう。わかりました。それではカーズ、ここは神殿騎士さんに任せ、一度フォルタン伯爵邸に戻ろう。あれ日のはちょっと気になってしょうがないんでしょうね。アルヒノあっての、あれですね、エスティニアン救出劇みたいなもんですからね。もうちょい察してくれてもいいとは思うんですけどね。モフ王子です。昼寝しようと寝室に行くと大抵モフさんが私の定位置を占領しております。スリスリしだすとどいてくれるんですけどね、泣き。おお、無事であったか。どうにか命拾いしました。我らが英雄の力が邪竜を退けたのです。そして最後は亡き友たちに託された思いに助けられました。私も私なりに必死に戦ったつもりではあったが、結局は英雄殿に頼り切る形になってしまった。イシュガルドの騎士でありながら不甲斐ない。全員が全員英雄になれるわけじゃねえってことさ。ここは素直にマブダチの偉業を称えようぜ。イシュガルドのために戦ってくれてありがとうよ。なんか言ってますね。ああ、それから俺様のことも褒めてくれよな。なんか言ってます第3区の対流バリスタを指揮して竜どもをバッタバッタと撃ち落としたんだからよ。いや、そのシーンは全くなかったですけど、そのシーンがなかったんで、褒めようがねえよ。指揮といっても大声でわめいただけです。はい。ワイバーンを複数撃ち落としたのは確かですが、褒められるべきは車種の腕前でしょ。車種の腕前でしょ。確かに。そりゃそのシーンがねえわけだよ。エマネランの手柄については後ほど詳しく検証するとして全カットともかくお二方ともお疲れでしょう。まさかの全カット。部屋を用意させてあるゆえひとまず休息を取られるといい。だって兄貴ですら戦ってるシーンありましたからね。閣下、ご好意は
大変ありがたいのですが、私はもう一度やっぱ神心配なんだ殿騎士団本部へ向かおうと思います。うん。申し訳ありません。失礼します。うん。己の体よりも盟友のことが心配ということか。アルフィノ殿も強くなられた。どうやら貴殿もそわそわしておいでのご様子。さあ、我々のことなどよりも青の竜騎士のもとへ見舞いに行くのがよろしかろう。なんか言ってますね、なんか言ってますね。ムフフフじゃねえよ。お前は何もしてねえんだよ。うん、アイメイクさんいるじゃん。ああ、君か。アルフィノ殿を探しているだと。彼なら私と交代でエスティーナの看病をしているとか、入れ替えてくれたんだ。せめてそばにいるだけでもと迫られたら断るわけにもいくまいよ。政治の試練を受けてから取って返してのこの激戦。アルフィノ殿も疲れているだろうにありがたいことだ。エスティーナはいいとも思った。最後の方。私がエスティニアンと友人になったのはかれこれ10年前のことになる。ヤスと私は神殿騎士団の同期でね、私は入団当時からエスティニアンの名前程度は覚えていたが、孤高の存在だった彼にとって私はの眼中になかった。ある懲戒任務の最中に、大型ドラゴンの騎士を受け、たった2人の生還者になるという経験値していなければ、果たして友になっていたかどうか。騎士を受けて、生還、たった2人で生還した。なるほどね。ともかく当時のエスティニアにとって故郷を壊滅させたジャリューの復讐だけが全てだったんだ。両親と弟を殺した、報復だけがね。その弟にどっかで面影も似ていたんだろうな。アルフィノ殿には特別な期待を寄せていたようにも思う。アルフィノ殿にとっても常に本音を口にするエスティニアは兄のように映ったのではないだろうか。各いう私も奴の不器用さに救われたことがあるのでわかるのだよ。だからこそ私はエスティニアには。アイメイク総長、エスティニアンドの容体が、直ちに病室に来てほしいとのことです。とはまさか。いや、気になるような展開ですね。祈りは届かぬというのと。ガーズのエスティニアンド病室に急ごう。来たね。ここは長いやつですね。ゆっくり見ましょう。帽子ついてると思うんで。いやー、これももうダメかっていうシーンですよね、これ。まさに。いやー。エスティニアン殿。あー、目覚ました。いや、よかったね。もう泣くのはよせ。耳障りだ。すまない。エスティニアン殿の無事を実感した途端、安堵の気持ちを抑えきれず。
憎まれ口もほどほどにしろよ、エステニア。アルフィノ殿と英雄殿がお前の帰還を信じて行動してくれなければこの状況にはなっていなかったのだから。分かっているさ。ありがとうよ、アルフィノ。そして相棒よ。聖竜フレースベルグの力を借りて邪竜を倒すとは。それでこそ同時代に生まれたもう一人の青の竜騎士だ。許してくれ、エステニア。私は私自身の判断で友であるお前に弓を引き裂いした。何と詫びればいいか。よせよ、アイメリク。イシュガルドの民を守るための決断だろ。常に冷静に対局を見て判断できるやつだからこそ、俺はお前を信じてこれまで背中を預けてきたんだ。何より俺自身助かるだなんて思いもせず、邪竜を道連れにすることしか考えていなかったんだしな。だからどこかの坊ちゃんみたいにメソメソするのはなしだぜ。エステニアン殿メソメソ。ニーズヘッグに体を奪われてからもおぼろげながら意識はあったんだ。そこで感じたのは邪竜の果てしなく暗い感情だった。半身のように感じていた妹ラタトスクを人に殺された深い悲しみと絶望、そして止めどなくあふれる怨恨。そいつはまるで鏡写しにしたモフおじです。俺の心近くにのようだった。古着屋があるのでそこもたまに寄って安く量を買うようになっています。多少おしゃれしたくなったらもうこっち復ですね。讐だけをよりどころに竜を狩り続ける道を選んだ俺自身のな。ただ奴と俺には決定的な違いがあった。こんな俺にも師匠や友人、仲間ができたんだ。時に支え、いさめ、導いてくれる大切な存在がな。だがニーズヘッグを止める者はいなかった。それだけの違い、ほんのわずかだが果てしなく大きな差だ。奴はある意味で孤独だったのさ。邪竜の影は払われ雲海に散った。念願の復讐を果たしたわけだが、俺の心は晴れちゃいない。ただあるのは全ての死を悼む心だけ。今日で竜狩りはしまいだ。教皇代行さんよ、青の竜騎士の称号は返上させてもらうぜ。エステニア。喋り疲れたのでしょう。ですがもう大丈夫。安静にしていればじきに回復しましょう。
あとはお任せを。うん。私もけじめをつけなければな。けじめ。うん。これからどうするかってことですかね、あれに。教皇代行の最後の運動における邪竜の影との激戦からしばらくして、アイメリク教は教皇代行として一つの決断を下した。まさにこれですか。1000年にわたり歴代の教皇が受け継いできた王権を放棄し、共和制への移行を宣言したのである。ああ、共和制。以降、イシュガルドの政治は貴族から選出された貴族院と、平民から選出された庶民院の議員たちが担うこととなる。なるほどね。平民からも議員が生まれると。政教分離を行いながらも、貴族と平民の両者を立てた改革案は、事前の根回しの甲斐あって大きな混乱なく受け入れられた。そんな貴族院初代議長に選出されたのは、共和制移行宣言と同時に教皇代理から退いたボーレル子爵ことアイメリク教であった。当初、アイメリク教は議長就任を強く拒否していたが、意外なことにデュランデル伯爵が熱心に説得し承諾させたのだった。デュランデル伯爵マジか。すごいね。さすが名キャラっす。変革の風が穏やかに吹き始めていたのである。後日行われた議長就任式典には、竜までもが招かれ、新たなコートの門出にふさわしいものとなった。あれこれどっちだ？ビソブニールですかね。そうですね。あ、こっちアイメイク乗ってたやつ。乗ってたやつ。人々は白竜の背に乗り、蒼天の空を舞うアイメリク教を見て、竜を狩る新時代の青の竜騎士と呼び称賛したのだった。青の竜騎士。確かにクソが多いから。なるほどね。エスティニアンの代わりみたいな感じですかね。で、エスティニアンこれですよね。かくして最後の咆哮は雲の波間に消え、融和の粒子が新たに紡がれることとなったのである。ミトガゾールちっちゃいっすね。ミトガゾールちっちゃすぎだよ。ひよこサイズじゃねえけど。空の旅をあ、
出迎えしたんだ。なるほどね。ただやっぱあれ、フレースベルですね。うん。オルタ伯爵の回顧録、蒼天石があると、終章最後の方向へバス。あ、これであれか、3.3 終わりっていうのがあれですか。移行は 3.4 ですね。結構、まあ2時間くらいか。やっぱり2時間くらいかかるね、やっぱりね。1パッチ2時間ですね。これであれかね、伯爵の、あれですね。もう執筆終わったってことですね。最終章っていうさ。これエスティニアンの頭。まあ確かに外してましたね。あれ置いても行ったんだ。そうですね。今後あれ被んないですもんね、エスティニアン。なるほどね。イシガルド上水。あれ終わってねえな。まだ終わってねえ。もうちょい続くっぽいですね。雲海をぼんやり眺めて物思いにふけってたところに、竜の背に乗る君の姿が見えて、ね、勝手に出迎えさせてもらった。あれかな、祝杯の件ですかね。確か。いや、深刻な悩みではないよ。教皇代理という重すぎる肩書きを、ようやく外したと思ったのに、貴族院議長に、押し上げられた我が身を嘆いただけさ。英雄ともて合わせ、難題の解決を迫られていた君の気持ちが少しだけ分かったような気がするよ。本となる、信用が崩壊したにもかかわらず、貴族制度を維持して、任意制を採用した私を軽蔑するかい。しかもその頭目として再び政権を参加するの。チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。いや、こんなことを君に聞くのは卑怯だ。だが人はすぐには変われない。そのことを学んだからこそ私はこの道を選んだのだ。人と竜の関係同様、コートも少しずつ変えていく必要がある。子や孫たちの世代がより良い選択肢を選ぶことができるよう、私たちが道筋を作らなければ、散っていた者たちに恥じることがないようにな。エーベル教から話を聞いたんだが、エスティニアンが、病室から姿を消したそうだ。好き勝手に動くのは相変わらずといったところが、いつか君の旅路の中でヤスと再び出会うことがあれば、こう伝えてはもらえないだろうか。お前の故郷イシュガルドを守りながら待ってると。ありがとう。我が盟友、カーズ。ある日のドンにもよろしく伝えておいてくれ。フォルタンクション。これでクリアですね。ちょうど2時間ですね。よし。今回話がメインと、やっぱり ID と透滅、この2つがあったっていうのがでかいですよね。
愛名教がよろしくと。新議長殿の気苦労が絶えることはなさそうだね。フォートイシガルドは新たな道を歩み始めた。1000年の歴史と信仰が崩れ去った直後のだから決して平坦な道にはならないだろう。それでも未来を信じて歩み続けなければならない。愛名教は誰よりもそのことを知っている方だ。さあ、私たちも負けずに歩み続けよう。暁の再建に万心や足への問題。眼前に、広がる道は険しくても今はただ進むだけだ。いや、結構いっぱいやることあるんですよね。そう考えると。コートの新体制の移行に伴い、循環飛空艇が就航しました。あ、これよりイシガルドランディングで各地を飛空艇で行き来できる。なるほどね。これは便利ですよね。安上がりですよね。飛空艇、やっぱ、そうですね。エーテライトから飛空艇、ランディングに飛んで、そこから移動なんですよね。まあさ、エーテライトからも直で飛べるといいですよね。各地にね。これがあるんで。そうするとね、テレポとかもうちょいね、あれですね。節約していけそうですよね。これは闇の戦士かな。こっちも。足へもいますよと。了解だ、ブランヘルツ。もう引いてくれて構わない。いつものところで落ち合おう。どうやら、来たね。エリディビスだ。やっぱりそうですよね。エリディビスですね。声がそうでしたもんね。どうやらことは予定通りに運んでいるようだな。もうね、このエリディビスはかなり重要キャラなんで、覚えておくといいと思いますね。ローチョルと、ネズミ以外はな。飛ばれてる。いやー、これはまあ、キャラですよね。この時点で顔見せないんですね。おっと、来た。来た。サンクレット。さあ、こちらへ。いや、まあそうですよね。アルヒノのもう一人のあれですね。双子の妹の方ですね。チーカの野郎。あれですね。かなりイーグルザーの一番序盤の方にちょろっと出てきたキャラですよね。アリゼ。放っておくがいい。我々の使命を果たすだけなんだから。あとあれか。あれの時も出てきますね。バハムートのコンテンツをやってると、まあ出てくるか。そうですね。最後の方向だけ、想定の空に新たな希望が舞う。しかし、深き森の陰で闇の騎士道は続いていた。汝に苦しさの導きあらんこと続く。やっぱここではエンドロールないですね。エンドロールあんのに 3.5 か。なるほどね。来たね。チャプター、粒子戦争完結編をコンプリしたため強くてニューゲームを終了します。ちょっとトイレ行った後にじゃあ 3.4 をやりましょうか。ですね。次のやつは、粒子戦争5、粒子戦争戦後編になるんですね。なるほどね。と言ってきます。ただいま。粒子戦争戦後編。運転の決戦により、邪獣ニーズヘックの影が払われたことで、1000年の長きを担った、粒子戦争はついに終結した。そして一つの終わりは新たな始まりを告げることになる。ここからかの伯爵の回顧録には綴られていない物語。そうですよね。あれが最終章ってことは、ここからやっぱナレーション変わってくるってことですかね。まあ、それも楽しみですかね。
うん。じゃあ始めましょう。ナレーションはずっとホルタンだったんですけど、この辺から変わってくる可能性あるね。戦う者たちの休息。話したいことがあるよ。親カーズ様、ちょうどいいところに来てくださいました。今、実は今しがた、ボーレル家の、使いの方がいらしたのです。あなた方様、宛てにボーレル子爵、つまりアイメック教からの助言を、伝言を預かっておりますよ。なんでも、あなた様を自宅に招いて、会食の席に設けたいんだとか。お忘れになっているかもしれませんが、使いの方曰く、ファルコンネストの式典であなた様を招く際、アイメック教がそのような申し出をされたそうです。そうですね、そうですね。この件はこっからか。ここ 3.4 でやるのか。式典以外であまりの多くのことはありましたが、平和に祝杯などをあげるとしたら確かに今が最適でしょう。それでいかがいたしますか。だね。何を着ていけば。ドレスコードあるのかよって。私にそれを聞きます？そうですね。あなた様とアイメリ教の仲を思えば何を着ていっても問題はないかと存じますが、困ったらとりあえず石ガルディアンコートを貼ると、以前エマネラン様が語ったことあります。いや、持ってねえ。まあ、それに限らず、お支度を整えたら、聖顔流、聖聖院のすぐ近くにあるボーレル、試着艇に向かってくださいませ。いや、持ってねえって。これどっかに預けてると思うんですけどね。まさか着てがねダメなのかな？いや、書いてないですね。書いてねえからさすがに大丈夫か。本当のあれですね。シナリオで進めたら、おそらくもらえると思うんですよね。多分どっかでね。まあ、強くてニューゲームなんでそこは気にしなくても大丈夫かっていうところか。もうポッとできましょうじゃん。いや、もうひよこの姿が清掃ですからね。残念ながらこれが清掃です。カーディアン様です。ようこそお越しくださいました。私はこのボーレル家で、カレーを、務めるものでございます。とは言っても、使用人は片手で数えるほどですが、こたびは、我が主、アイメイクさんはたっての希望で、ささやかながらお食事の席を設けさせていただきました。まもなく支度も整いますので、どうぞ中でお待ちください。あなた様も我が主も立場は違えど、戦を続けてきたお方。今日だけは心身をお休みになって、思い出話でも花を咲かしてくださいませ。着替えてるね。モフおじです。本当は公式サイトの方でもゲームを随時更新していきたかったのですが、諸事情により更新ストップしています。申し訳ございません。食ってるな。それで雲海のモーグリ族にこき使われたのか。こき使われた。なるほど。あのラッパは君の苦労の結晶だったわけだ。その話をしてるの。君の旅の話は飽きないな。報告として聞いた時とは違う発見がある。違う発見。お、まあいいんだ。飲まないんだ。まあそれより話したいってことですかね。あれは何を言ったんでしょうね。ああ、紅茶にしたってこと？ずっとこの地で生きてきたというのに、君の目を通してみるとまるで別世界のようだ。いいものだな、旅というのは。
旅してみるまさか誘ってくれるのか。実は私も先にドラバニア雲海で見た風景を思い出してはまだ見ぬ地を目指してみたいものだと思っていてな。本当に楽しんでるんですねこの宿題を喜んで君の誘いを受けたいと思うのだがそうだよね、引き受けたばかりで今まだ議長を引き受けたばかりなのにタイミングが悪すぎる。それはいつかの夢にとっておくことにしよう。まとめはエロゼア軍事同盟で活躍するから、ね、今やっとこの国は真の変革を迎えることができた。だが共和制への移行ですら変革のたった一歩に過ぎない。これからのイシュガルドは制度の面のみならず民一人一人が変わらねばならない時期を迎えるはずだ。私の生きているうちに果たして安定するものか。先が見えない道だが戦いに散った者のためにも進んでいこう。何よりこの目には今も邪竜に向かって進む君の背中がしかと焼き付いているのだ。それを追わずに立ち止まることなどできるはずがないだろう。今新設された議会では他国とどのように協力関係を築くべきか議論が進められている。無論当面は国内の平定が最優先ではあるが先の合同演習についての恩もある。できることから協力をしていきたい。他ならぬ君にもだ。君に報いることが暁だけでなく三国ひいてはエオルゼアへの恩返しになるだろう。この地の民の誰もがそう信じて疑わないほどのことを君はやり遂げてくれたということだ。本当にありがとう。ところでこれは議長としてではなくごく個人的な興味なのだが、君はこれからどうするつもりだ。暁としての目的というより君自身の思いを聞かせてくれないか。お食事中失礼いたします。フォルタン家の何かあったのか。はっ、そちらの英雄殿に至急お伝えすることがあり無礼を承知で案内していただきました。至急お伝えすること。先ほどサンクレット様が負傷したお仲間を連れフォルタン伯爵邸に駆け込んでいらっしゃったのです。負傷したお仲間を連れ、はい、アルフィノ様とタタル様が手当てに当たっておいでですが、さっきのあまり状態がよろしくないらしく至急いらしてほしいとのことです。さっきのシーンだったアリゼですよね。はいはい。私も行こう。手を貸せることがあるかもしれない。バーブルとのコンテンツやってるとこ確か会話で、ここからは変わってくるんですね。かの伯爵の回顧録には綴られない物語。うわー、パパリモになってますね。まだパパリモに会ってねえの。終わりは始まり。英雄と呼ばれた冒険者はこうしてまた歩み出した。まあね、この件もちょっと理由があるんですよね。まあ後々わかると思うんですけど。
彼方に広がる新たな戦いの舞台へと、まるで世界に導かれるように。とりあえずはアリゼですね。いるね。これは一体。これ闇の戦士にやられたんでしたっけ？ムービー見る限りは。彼女はアリゼ、アルフィノ様の双子の妹君さ。やられたよ。闇の戦士たちだ。やっぱそうっすね。ファルコンネストでの式典の後、連中の足取りを追っていたんだが、国府への森で闇の戦士に狙われたアリゼ様を助けてな。彼女も別の線から連中に疑念を抱いて、独自に追跡を続けていたらしい。一時は追っ手を完全に振り切れたと思ったんだが、クルザスに入る手前で奴らの一味に強襲された。アリゼー様は交戦中に毒矢を受けてな。なるほど、毒矢を受けてんのか。急に呼び立てて申し訳ない。アイメリク卿も来ていただけて助かります。こちらは構わない。しかし妹君の容体は？応急処置は施しました。今すぐに命を落とすようなことはないでしょう。ですが症状が収まらず衰弱しきっている。いつまで治んねえのかよっていう。妹アリゼは私と同じ。祖父ルイゾアが命を懸けて守ったエオルゼアを見定め救うためにやってきたのです。あれですね、三国の演説がそれぞれあった時のあれですね、シーンですね。しかしこの地で見たのは人同士のいさかいや欺瞞と綺麗事ばかりにも思える政治。彼女はひどく怒り悩んでいました。服装が全く一緒だからね。現在配信を頑張っておりますが、違いが分かりづらいですね。年のせいか仕事で体力を使ってしまうので、その後の飯食った後に髪仮眠を取らないとしんどいです。リボンの色とあと年のせいというか運動をしないといかんですよね。その二つぐらいしか見分けつかねえよな、パッと見。そしてそういった問題に関わろうとする私や暁と距離を置いた。いやー、これ目で見分けるのもかなり難しいですね。彼女は彼女なりのやり方でエオルゼアの明日を模索すると言っていました。きっと今回もそのために闇の戦士を。リボンが赤なんですね。アイメリク卿、彼女は暁の一員ではありませんが、エオルゼアを救いたいという思いを共にする仲間。何より私の大事な妹なのです。どうか彼女の治療にご助力いただけないでしょうか。断る理由があるものか。治癒士を手配し最善を尽くさせよう。彼女を神殿騎士団病院へ。院長のエーベル殿に事情を説明し治療に当たってくれ。責任は私が負うと伝えてくれていい。アルフィノ、あの人がそこにいるの？だったらお願い、私の話を。これひよこのこと言ってるの？闇の戦士は明
支援と結託してる。万神を討伐して回っているのも企みの一環よ。次はゼルファトルの地で万神ガルーダを再召喚させると言っていた。ガルーダ。倒すためにわざとね。どうか万神ガルーダの再召喚を、奴らの企みを阻止して。私、他の賢人の皆さんにも連絡してくるです。サンクレット殿、病室までアリゼイ殿に付き添っていただけるだろうか。毒を特定するために証言をお願いしたい。ああ、了解した。まあ、ここは知恵師とかに任せましょう。ってことはやっぱガルーダの件をどうにかしないといけねえっていう流れなのか。エスティアンドを救った治癒士たちなら、必ずや、アリゼイを救ってくれるはず。今は信じて、彼らに任せよう。それにベッドの脇で祈るばかりではまたあの人に笑われてしまう。私は自分のすべきことをするんだ。カーズ、どうか君も、力を貸してほしい。天剣の谷。ああ、そうっすね。ゼルファトルっつってましたね。闇の戦士とアシエンが万神ガルーダの再召喚を企んでいる。アリゼはそれを倒すためにわざとで言っていたが、彼らの狙いは何なんだ。以前武神ラーバナを倒していたのもまさか。どうするおつもりですかな、アルフィナード。謎は多いにせよ、万神の再召喚が進められているとあれば見過ごすわけにはいきません。それを止めることは、妹の命がけの願いでもある。私はアリゼンの言っていたゼルファトルの地に赴いて、万神召喚をどうにか未然に阻止したいと思う。君に同行を頼めるだろうか。帰ってけー！ゼルファトル、イシュガルド領より東に位置する山岳地。そしてイクサル族の本拠地となっている地域だ。イクサル族は無断にクルザスの入植を進めている以上、彼らの、万神召喚はイシュガルドを脅かすものになりかねない。私の一存で動かせる力には限度があるが、ゼルファトルまで飛空艇を出すくらいであればすぐに行くことができるだろう。なるほどね。お気持ちありがとう頂戴します。しかし、独自の飛行技術を持つイクサル族の拠点とあらば、空からの接近はむしろ難しいでしょう。険しい道ではありますが、クルザス中央高地から、東方で、渓谷を、進み、ゼルファトルを目指そうと思います。うわぁ、東方で行くのかすごいね。それならば、キャンプドラゴンヘッドに駐屯している我がホルタン家の騎兵を数名応援につけよう。万神と戦うには力不足でも道を開くには十分役立ってくれるはずだ。感謝いたします。閣下。君もくれぐれも気をつけてくれ。こちらでもアリゼイ殿の治療を進めると同時に、闇の戦士にまつわる情報はないか探っておこう。いや、頼もしいですね。行こう、カーズ。旅支度を整えて、キャンプドラゴンヘッドで合流だ。いや、早速っすね。早速だな。ああ、顔違うわ。あ、オルノアじゃねえわ、よく見たら。新人がこんなとこで雇われてんだね。そう一緒だから、わかりづらいけど。なるほどね。いや、この辺はなんか気づいてなかったかもしんねえな。まあいいや、とりあえずキャンプドラゴンヘッド行きましょう。これ安くていいっすね。ああ、そっかね。アイテム空きがないんでしたね。そっか。整理してから行けばよかったな。ちょっと待って。とりあえずこの辺いらないんで。
返して偽売りにしちゃいますね。道具屋あると思うんで、こっちかな。前にあったと思うんだけど。あれ？あ、違う違う、こっちじゃない。こっちだ。こっちだ。こっち。あれ？ちょっと待って。あ、ここだ。あった。確か、ある日のそこいいんじゃん。アーカーズ、旅の準備は万全かい？ゼルファトレとナタラン入植地の北にある道から侵入を試みようと思う。そこに至る道はイキサル族の監視下にあるが、エドモン教が手配してくださった騎兵たちが全員確保動いてくれたらしい。ホルタン家には感謝が尽きないな。我々もすぐに現地へ向かうとしよう。うん。あ、なるほどね。あそこか。あ、ここですね。侵入地点になってるわ。いや、もうまさに ID ですね。頑張りましょう。いや、まさか今日2回 ID 行くことになると思う。カーズのある日などお待ちしておりました。趣味により微力でありながら、我々ゼルファトルまでお供させていただきます。彼女貫く大渓谷にイクサル族の本拠地がある。万神召喚が行われるとしたら間違いなくそこでしょう。我々は彼女は貴様をそこに、貴様じゃない、皆様をそこへ送り届け、力の限り、援護をいたします。イクサル族の拠点に到着したら万神召喚の予兆を探しつつ奥へ進む。途中闇の戦士たちの接触がないとも限らない。警戒を怠らず必ず無事に戻ろう。オッケー。いや、やりましょう。あ、オッケー。じゃあ頑張ります。他のプレイヤー解除して、ゼルフォト。さあ、ここは変化があるかどうでしょうね。そんな難しくなかったと思うんですよね。なんで、もしかしたら変化はねえかもしれないですけど。モフ王子です。今はゲームと食事にしか金を使わなくなったのでだいぶ消費が減りましたね。タバコをやめたのとパチンコ行かなくなったのもでかいですね。そしたらサンボスがメインですかね、基本的には。まあ、そことかはあれですね。3.0 の最後の ID とか、2ボスとか、あの辺とかも変わってた可能性あるけどね。うん。よろしくお願いします。懐かしい、この BGM。クサール族の BGM じゃない。
いやー、ごぞうさん、ごぞうさん、危ねえ。いやー。あ、一ボス。ムザルフェル。よいしょ。弱いね。グーです。いやー、暗くてよく見えねえな、ここ。勝手に来るんでしたっけ。いらねえか。さすがにいらねえ。でもかかってるんで普通に釣った方が良さそうですね。いっちゃうんですよ、白で。ごめん、俺もね、よくやらかすんですけど。今があれですね、賢者しか使ってねえからですけど。当時ずっと白だった。ですけどね、2時にかけとけば勝手に回復しますからね。
いや、ちょっと、いやー、食らっちゃった。そうだ、あれですね。背中につけないといけない。めんどくせえ。早え、ちょっと待って、一瞬じゃねえか。いや、今の早えな。倒せる。はいや。まあ、特に苦労することはないですね。いや、ちょっと、いやーもう、そうだな、この動作が。あ、こう、行ったらあっち行ったりしないといけないですね。いやーもう変なアプリすげえ立ち上げてんだ。ちょっとあとウィンドウマーク禁止してダメだな。モフおじです。現状目標は60代近くまで配信をやって、その後は自分の過去配信を見る生活を送りたい。結局最後までゲーム人生になりそうだが、乗れてなかった。ええ、よし。そうか、これで。これでボスです。てんてん。ああ、この BGM。いや、その点のボスの BGM 好きなんですけどね。このその点の BGM なんですけど、変えてきちゃってるんですよ。てーてるでーの好きですね。かな？こういう一つかな。
よいしょ、オッケー、おつりした。おつりした。日本人いないかもしれないです。よし。はい、はめます。アイディアやっぱがっつりくるね。サブタンクじゃねえから。どうにか、バンシン・ガルーダの完全な召喚を防げたようだね。これで、アッシエンと闇の戦士の企みもくじけただろうか。ともかく、ここを脱出しよう。騎兵たちが退路を確保してくれているんだ。ああ、こいつは驚いた。まさか先手を打たれるなんてな。闇の戦士か。来た。重要キャラが一人混じってんな。いや、見たことあるね、あれ。いや、誰か伏せておきましょうか、とりあえず。闇の戦士たち。声でわかるかもね。あれ？あの子、私の毒矢で仕留めなかったっけ？おかしいな。クイズということにしてみましょう。案内人さんよ。こいつはどういうことだ？案内人。まさか、奴らのために時間を稼いだわけじゃねえだろうな。落ち着いてください。この様子では、どのみちバンシンガルーダ最小艦の準備は整いきっていなかったのでしょう。かわいいね、ララ声が。私たちは予定通りに到着した。しかし、彼らの方がなお早かったというだけです。まずいぞ。私たちだけで彼ら全員を相手取るのは分が悪すぎる。そうだね。2人しかいない。2対6。ああ、そういうこと。兄弟。いや、双子かな。よく似てるね。んじゃ、こっちの子も二度と私たちの邪魔できないようにお仕置きしとかなくっちゃね。いやー、なんでこんな性格ねじ曲がったんでしょうね。もともとアシエンを倒すっていうのが目的になってたはずなのに。もうキャラの性格ごと変わってるっていう感じですよね、多分。やめておけ、ジャルマレ。あまり予定外を増やすと、白方への野郎の作戦に支障をきたす。前回俺たちを取り逃がした甘ったれにしちゃ頑張ったみたいじゃねえか。君たちは本当にアシエンの協力者なのか？なぜ？目的は何なんだ？いいぜ。俺たちを出し抜いた褒美にその質問にだけ答えてやるよ。目的はわかんない。太古の昔、光たるハイデリンが力を増しすぎた闇ゾディアークを封じる際に共存の世界が生じたって話は知ってるか？これなんかなり後々のシナリオ重要になってきますね。ここが原初世界で他に13の共造世界があり、それぞれに光と闇の力が封じられていると。そうだ。そして俺たちはその共造世界、第一世界の光の加護を受けし者さ。そうですね、第一世界。原初世界じゃないところから来てると。光と闇の力は全ての世界に平等に封じられたわけじゃない。俺たちの世界は特に光の力が強かった。
大世界は光の力が強いと。うん。だから闇の戦士が戦ったっていう流れですかね、おそらく。故に、俺たちは比類なき力を得て闇を払った。アシエンはもちろん、俺たちの世界を脅かすありとあらゆる闇をな。うん。その結果、どうなったと思う？強くなりすぎた光の力が氾濫し、俺たちの第一世界は今まさに完全な無となりかけてるのさ。はいはい。あ、元は光の戦士なのか、このエンチラも。元々は光の戦士で闇のアシエンを支払ったことで光が強くなっちゃって、ですね、完全な無となりかけてるっていうのはですね、氾濫したってことか。うん。そんな話を信じろというのか？ありえないとは言えないはずだぜ。お前らのよく知る異界ボイド、あれは闇の反乱によって無になった第13世界で、ボイドってのはあれか、あれですね。蒼天のあれですね、アライアンスレイドですね。アライアンスレイド。それは13世界。俺たちはこれもかなり重要光の反乱から故郷を救うため、かつての旧敵アシエンと手を組み、この原初世界に渡ってきた。この頃からかなり重要な話を結構してきてるってことですね。後々のシナリオにどんどん関わってきますからね。俺たちの故郷を救う唯一の方法は、この世界でアーダー、つまり霊災を起こすこと。そうして次元の壁を壊し、第一世界を原初世界に統合する。統合するか。統合することで救うってことか。世界の統合？しかしそれは本当に救いなのか？統合された方の世界は、第一世界はどうなる？追加の質問はなしだぜ。正義の味方を気取りたいなら、指を加えて静観してな。何も知らない甘ったれどもが。いやー、大世界を滅ぼしたのは結局お前らじゃねえかよ。こっち。巻き添え食らってますね、現象世界が。あなたも闇の戦士の仲間なのか？喋ったら喋んねえか。喋ったらバレますからね、声で。あの身長と、エリゼンってのがヒントですかね。あの辺がヒントになってると思います。どうにかここまで戻ってきたな。君もさぞ疲れたことだろう。闇の戦士の言っていたこと、霊災によって救われる世界があるという話を君はどう思う？彼らの言葉が、本当ならば私たちは。いや、どうあっても霊災を起こさせてはダメだ。彼らに守りたい世界があるように私も決して犠牲にできない人たちがいるんだから。典型の谷。ルベユールの双子。すまない、ここで考えに至るべきではないな。フォルタン家の報告は、騎兵たちに頼むとして我々は愛名教のもとへ向かわないかい。事の顛末を彼も気にかけているだろうし、どうしてもアリゼンの容体が、気になるんだ。もちろん休息を取りながら D、神殿騎士団本部へ行ってみよう。ガザンさん。ドゥン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 。さあ、アリゼどうなったかな。カーズも帰還したのか。では作戦は無事に。
そうか、よかった。バンシンガルーダの再召喚を阻止してくれたこと、イシュガルダの一員についても深く感謝しよう。こちらでその間の、タタラ城の要請を受けたヤシトラ殿が面会に来た。今は皆でアリゼノを見ているよ。治療の合間に君たちが以前闇の戦士と、相対した時の話を聞かせてもらった。残念ながらそれを生かした情報収集に至っていないが。何にせよ、まずアリゼ殿の営業室に行こう。大丈夫、彼女はとても強かった。さすがアルヒノ殿の妹君といったところかな。うん、よかったね。やっぱ強いですね。アリゼ、もう起きられるのかい？ええ、おかげさまで。迷惑をかけてしまってごめんなさい。あなたともこんな形で再会するなんて。先陣を切ってゼルファトルに乗り込んでくれたと聞いたわ。相変わらずなのね。本当にありがとう。ね、あれですね。バームートの件があったからどうする？よく知ってる感じの。顛末は聞いてるわ。そちらは再召喚を止めることができたの？うん。そうだね。闇の戦士たちがアシエンと密会しているところは、俺もアリゼー様と共に目撃している。しかし別の世界を救うために動いていたとは。そんな話、信じられるのか？逆さの塔で星の代弁者としてミンフィリアが語ったこととも相違はないように思える。全くの嘘ではないだろう。アリゼ様はどうして闇の戦士の追跡を？私は私なりにエオルゼアを知るため各地を旅していたの。暁や英雄の話は風の噂でよく聞いたわ。けれど最近別の気になる噂を耳にしてね。イシュガルド動乱の裏で各地の蛮神を倒している別の英雄たちがいると。それが闇の戦士たちだったということか。そして噂を追っていった君は闇の戦士とアシエンの関係を知った。ええ、その通りよ。しかし彼らが霊祭を引き起こすために動いているとして蛮神を召喚させあえて倒すという行為にどんな意味が？今蛮神を続けざまに倒された各地の蛮族たちは警戒を強め、より強い状態で蛮神を召喚しようとしてるわ。イシュガルドがニーズヘッグを打ったことも彼らにとっては人への恐怖を煽る事実に過ぎない。みんな自分たちを守るために必死になってるのよ。力が力を渇望させる恐怖と憎悪の連鎖。粒子戦争と同じだな。結局もやっぱあれですね。霊祭を起こすための目的ってことですよね。そう。それこそが連中の狙い。アシエンが不安を焚きつけて蛮神召喚を促す一方で、闇の戦士がそれを倒して回る。力への渇望が連鎖して、いずれ既存の神では太刀打ちできないと悟れば、新たな神をも呼ぶだろうと、アシエンは言っていたわ。新たな神。見過ごせないわね。俺とアリゼー様の集めた情報によると、蛮神召喚に必要なクリスタルはアシエンにたぶらかされた人間の手で召喚者に提供されている。その経路を暴いて叩けば加速する負の連鎖を一時的にせよ止められる。それなら私はクルルと一緒にゼルファトルの追加調査に行ってくるわ。私たちの力で追えば新たな事実も見つかるかもしれない。こちらも最近召喚が行われたというグナースの塚付近を調査し流通を洗おう。良いのですか、アイメリク卿。アシエンとは父
騎の件で浅からぬ因縁があるからな。何より今や我が国はエオルセア同盟軍の一員なのだ。この地に降りかかる脅威と共に戦う責務がある。ただ我々は万神召喚に関する知識に乏しい。可能であれば賢人殿の知恵を借りたいのだが。だったら俺がつこう。よろしくお願いしますよ、アイメリク卿。3時間で区切りますね。ちょっと飯にしたいんで。私たちも行こう。万神召喚に関する動向を追っているウリエンジを訪ねれば別の糸口もつかめるかもしれない。ウリエンジは確かあれですね。足縁側に出てきてましたよね。ということは待って、私も連れて行って。もう体は動くし、絶対に足手まといにはならないから。砂の家に行くってのがあるから、まさか。アリゼ、君は。もう動けんのか、アリゼ。いや、さすが。共に行こう。それが君の見つけた道ならば。モフ王子です。スーパー CD ロムロム、セガサターンの世代です。プレステを本格的にやり始めたのは PS2 からです。お着替えの準備は未経験なのでどこかでやりたい。来たね、新衣装。お着替えの準備はバッチリです。しっかり作ってますね。しっかりと。アリゼと行動に共にするのは私も万神バハムートを巡る冒険の時以来だ。彼女はあれから己の目でエウルゼを見たいと言って各地を放浪していたからね。親しい従者ですら行き先は聞いていなかったらしい。つまり彼女は旅先でも英雄、つまり君についての噂を気にかけていたというわけか。なるほど。来たね、新衣装。ごめんなさい、待たしたわね。もうこれで大丈夫ですね。見分けつきますね。完全に服装違うもんね。もうシャープスカートもこの辺も大事ですね。この辺も大事だと思います。おかげさまでこっちは準備バッチリよ。いつでも出発できるわ。ジョブは何でしょうね、これ。さすがタタル。これなら君と見間違えることも なくなりそうだ。全く大助かりよ。お父様とお母様と来たら何歳になっても私たちに似た服ばかり汚すんだから。ほとんどおかんのせいじゃねえけど。そのせいもあって在学中は大変だったわ。ある日の下子が私を本人だと勘違いした時なんか。待ってくれ。その話をカーズの前にすることはないだろう。改めて今回の任務に同行させてもらうよろしくね、カーズ。本当はまだ合流するつもりじゃなかったんだけどね、旅立つ前にあなたに話したこと、私もエウルゼアの剣になりたいって目標が道仲間だから。それでも全力は尽くすわ。また近くでいろいろと学ばしてちょうだい。他にもどっかで縁がなかったとか言ってこれ気になるね。そういえば、ウルダ派の戦勝祝賀会から逃げるためのキャリッジは君が手配してくれたのかい？なるほどね。確かルベユーのエシチオから頼まれたと同情した商人が言っていたというんだが。偶然きな臭いことになってって知ったからね、知っていてミスをするのなんだし、今回私が助けてもらったから、貸し借りはチャラよ。チャラにされちゃった。やはり君は変わったよ、アリゼ。その様子だと君の中でエルゼを守るに足るものだと判断されたのかな？私の力でエルザを守ることはできると思えるほど、もう身の程知らずじゃないわ。戦う意味にも絶対の真理が見出したわけじゃない。ただ私は今日後悔しないためにここに来た。今はそれが全てよ。なるほどね。十分な返事だよ。それでは砂の家へと出発することにしよう。ウリエンジから万神召喚について動向を聞くんだ。砂の家。これでウルダ派兵に入れそうな感じですかね。もしかしたら。砂の家に行くってことは。ビスパーベイ。だからここは行けねえんだって飛んでかねえと。
この辺あれっすよね。フライングマウントできるようになって正解ですよね。元々、ユーザーのエリアだけはフライングマウントできなかったんで、ひたすらこうやってこの速度で行ってましたからね。チョコの足速くするためには、あれですよね。モブハントやって、チーズをゲットしないといけないんですよね。かなりだるいですよね。今となっちゃこの辺のモブハントなんてソロで全然できますけどね。ここか。もう、ここだってウィーンジェしかいないんで、一人で住んでるとこですよ。いましたね。邪魔をするよ、ウィーンジェ。これは、死の神、サリャクも預かり知らぬ。数奇な来訪者。私に何かご用でしょうか。以前闇の戦士に出会ったことについては君も報告を受けてるの。それに関して新たな動きがあったんだ。この件を話すと。事情は承知いたしました。確かにここのところいくつかの万神が再召喚され、何者かに討伐されているのは私も知るところ。そして万神たちの神下ろしへの熱が以前より増しているのも事実でしょう。我々のすべきことは二つ。神下ろしに使われるクリスタルの供給を断つことと、それまで、万神召喚を食い止めることだ。闇の戦士とアシエもおそらく次の計画を進めているはず。ウリエンジ何か手がかりになる情報を知らないかい？運命は手去る者たちの手中に舞い込まん。まさに今しがた神下ろしの兆候があるとの報告を受けたところです。外地ラノシアにして、タイタン来ましたね。万神タイタンの信徒たるコボルト族が活動を盛んにしていると思う。いや、ここもかなり重要ですよね。先の話にそうのやれば、アシエの後押しを受けた可能性が否めない。向かってみてはいかがでしょうか。それは確かに調査の必要がありそうだ。あの辺りだとキャンプオーバールックの、クローズ団が、詳しい事情を聞いているのが早いか。情報に感謝するよ。引き続き君も調査に当たってもらえるかい？もちろんです。国家団がいるんだ。コボルト族隊を。まあそうですよね。ラノシアですもんね。ところでウリエンジ、あなた、私たちに何か隠していることはないと。アリゼは感づいてる感じか。アリゼ、それはどういう？単にウリエンジェにしては話が簡潔だっただけよ。特に言うべきことはないならそれでいいわ。私からも一つ調べ物を頼んでいい？闇の戦士が言ってたという世界の統合について具体的なことを知りたいの。あなたなら調べる当てがあるんじゃね？例えばそう、義典、ゲルンの託戦とか、いやもう全部気づいてますね。これは、あれ気づいてるね、これ。完全に。承知いたしました。それじゃあ行きましょう。キャンプオーバールックだったよね。よろしくお願いいたします。この報告を区切りにしましょうか。で、次回この追加やりますね。次回っていうか休憩した後に多分やると思いますけど。パートを分けます。このことが大きくなったら兵力が足りんぞ。軍令部に、増援要請をしておくか。何のようなあいにくが立て込んでいるのは要件の後にしてくれ。何？暁の決命だと。そうか、コボルト族の動向を知って駆けつけてくれたんだな。ガハハ。そいつは100人気だぜ。まさに今、連中のことで問題発生中だ。頼む、お前も手を貸してくれ。来たね。じゃあ次回はコボルト騒動からですね。はい。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。ご
ご視聴ありがとうございました。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、拡散などをお願いします。また Twitch フォローもお願いします。